さあ、マサチャンネル始まりました。今日はね、自由が丘にやってきました。おしゃれな街ですね。はい、こんな平和な街に K1 ジムがあるというね。K1 ジム自由が丘ウーメンオンリー。そこになんかこう世界的ラッパーのスヌープドッグも大注目している選手がいるということでしょ。大注目はちょっとある、まあ、スヌープドッグのインスタに上げたんでしょ、この選手のこと。8700万フォロワーいるので半端じゃないよね。8700万人って言ったらどこの国よ。リアルチュンリーでチュンリーストリートファイター、ストリートファイターの、はい、ちょっと楽しみだね。K1 ジム自由が丘。よし、じゃあこれね。こんにちは。はい、よろしくお願いします。なんか珍しい動きを。なんか格闘家というか、まあ普通のギャルですね。ギャルギャルピース。これ何、ギャル界のナイスミーチューということでよろしいですか。お願いします。分かったんだ。今こうなんですか。ああ、モナさん。はい、木村モナです。木村モナさん、はい、ねえ、なんかちょっと大バズりしてるという。そうですね。スヌープドッグがインスタに上げたんでしょ。そうです。スヌープドッグ知ってる？スヌープドッグ知ってます。あ、知ってるんだ。はい、曲聴いてます。びっくりしたでしょ。夜中でその時、うん、なんかちょっと目覚めて起きたら先輩にやばくないって言われて、超やばいって感じ。超やばい。超やばい。で、モナさん、何あの蹴りは？何なの？なんかもともと空手やってて、小さい頃空手やってたんですけど、その空手の時に編み出した蹴り。編み出した蹴り。はい。あれ、試合の映像見たけど、対戦相手の顔バンバン蹴ってたじゃない。あれやだよ。足の裏で顔蹴られるのって本当嫌なんだよね。屈辱的な。足の裏がこれにくっついた。本当やめろみたいな。相当イラッとするあの蹴り。ね、しかもアマチュアボクシングで全日本チャンピオンなの？そうですね。一応3回優勝したこと。すごいね。全日本でしょ？はい。全日本のチャンピオンさ結構強いからね。はあ。普段ここで練習してるの？普段はK1 ジム目黒に行って練習してて、ここではトレーナーたまにやったり。あ、教えてるの？はい。じゃあここに来ればあの蹴りを教えてくれるの？そうですね。なるほど。会員さんにも教えてるので。ああ、じゃあうちの子にも教えてもらおうかな。これ女子専用だもんね。そうですね。ああね、そんな今日はちょっとモナさんの普段どんなことやってるかっていうことをちょっとね、はい、見せてもらいたいなと思ってるんですけど、普段の練習ちょっと見せてもらっていいですか？はい。はい。お願いします。あの蹴りがジャブだからね。うわ、入りにくい。あれ入りにくいわ。うわ、これ今はさボディ蹴ってるけど、あれは試合だと全部顔に行くわけでしょ。ワンツーがノーモーションできるからね、サウスポーで。すごいね、近い距離から上まで上がるもんだ。いや、もう足がジャブみたいなもんだからね。K1 も戦い方が進化しているよね。なんかまあ昔でいう須藤元気みたいなもんだもんね、感じだもんね。そっからバックブローとか打ったらいけるんじゃない？その体勢だと、入るんじゃない？
やってみます。うん、入ると思うよ。打ちやすいでしょ多分この。このままそう入ると思うんですよ。ありがとうございます。いやこの体勢だからバックブロー打ちやすいなっていうね、体のこう体勢的にね。すごいね。はあ、それは、ね、テコンドーでそういう練習、そういう蹴りをやるの？テコンドーは経験したことなくて。じゃなくて結構ネットだと、そのジュニアの中では、流行ってた技をここで実践で使うのはどうなんだみたいな、実践ででもバンバン相手前蹴りで顔張りてたでしょ。そうですね。ね目の上がちょっと。ねまあでも発祥ももともと私が作ったの？はい、これなんていう技なのよ。モナ前蹴りです。モナ前蹴り。モナ前蹴り。今時っぽいね。モナハート前蹴りでしょ？そうです。ハートつくよね。モナ前蹴り。なるほど。あれやっぱ立ち技ルールで女性とっていう感じだったらあれ対処しづらいですかやっぱり。そうですね。まあ入りづらいかなっていうのはありますね。なるほど。なんかさっき対処するってなったらなんかこういう。鉄拳のこういうキック。はいはいやるか。なるほど。そうですよね。なんかもうそれこそゲームみたいな攻撃になっちゃう。うん、なるほどなるほど。なんかちっちゃい頃練習してました。このままこうやって蹴られる練習してます。あ、その軸足で耐えるってことです。蹴られる練習してます。へえ。ちょっとその前蹴りをちょっと受けてみようかな。ミットでね、顔じゃないよ。よし。じゃ前蹴りでこれ切って。ジャブ。前蹴り。結構やっぱガツッとくるもんねこれ。顔に入ったら嫌だよな。ジャブ。どこでも蹴るの？どこでも蹴れるんだね。なるほど。伸びるもんな。はい。パンパンっていけるそれで。ジャブだね本当に。足つかないで何発いけるのかって。ムエタイとかでもやっぱいないもんねこういう選手はね。どうやって入ればいいんだろうな。どう入るかね。こっち側に回るとやっぱ蹴りにくいんじゃないの？そんなことないね。ヘビだよね。いや まさにヘビだよね。ヘビってああいう動きするよね。ずっとこっち回るとこっちに動くんだね。動くんだね。これやだね。どうやっていくんだろうなこれ。どうすれば、じゃあこう蹴ればいいんじゃないの？あ、ダメなんだ。これ蹴らせない。なるほど。分かった。いいよ。これ避ければいいんじゃないの？避けれないかな。この北のパーリングできないのかな。パーリング前蹴りをパーリングできるかな。ちょっとパーリングしてもでも体勢が崩れないからな。ほら今チャンスだったんじゃない？なるほど。でもやだね。これ顔面食らうと結構痛いから食らってみ。顔に食らうのはちょっと難しいね。そうですね。なんか空手の時もこれ一本でやってきたし、あとはボクシングのパンチしかないんで、今ロー練習してるんですけど、なんか空手みたいに回し蹴りみたいになっちゃって結構相手にオーバーなんで分かりやすくてカットされちゃうっていう。ローの打ち方がなんか
変だってよく言蹴う。ってみて。前足のローって俺をこうで一緒だよね多分ね。そうだよね。一応最初の1本目の踏み込みがちょもう一回蹴ってみて。ちょっと回しすぎなのかもな。小さく蹴るんだよな。小さく。この踏み込みと一緒にこう踏み込んだ時と時でこう蹴るんだよ。もう一回蹴ってみて。まっすぐここに足を下ろすのよ。ここに足をそうその一歩がすごい大事。ここが速ければっていうこう足入るんじゃなくてもう最初からもう腰が回転できるようにっていうもっと真横そうあそう今ちょっと良くなったんじゃない。まっすぐ蹴ってるんだけどこう入ってるから勝手に回るわけよ腰が。だから下からまっすぐ蹴っていいんじゃない。足で回しそうしなくていい。まっすぐ蹴っていい。そうちょっと音変わったんじゃないね。そういう感じじゃないかな。最近みんな俺がローしか蹴れないと思ってんだろでもまあそんな分かった今。はい、ありがとうございます。まあもうちょい回していいね。全然重いそっちの方が。今威力全然違うよ。パンチ左まっすぐ映像でそうだよね。めちゃくちゃまっすぐってる感じだったんだよな。最初の映像を見た時はボクシングやってたって知らなかったからワンツーが左ストレートがまっすぐ出てモーションなくてだからこの距離じゃ相手にならないからダメだから中に入んないといけないじゃん。入ったらワンツーが来るからさあれ相当やりにくいだろうなっていうね。あと自分から攻められるともっといいよね。基本待ちじゃない。それがもう課題で、勝ったけどモヤモヤしてて、やっぱ対策もずっと来たらこうみたいな対策ばっかりだったんで、でもさボクシングやってた時でさ自分から仕掛ける時ってさやっぱ右のリードから仕掛けるんじゃないの。そうです。ジャブから。はい。俺一緒だよキックだって、はい、全く一緒。俺もめちゃくちゃやっぱ左からどんどん作ってったもんね試合は。やっぱワンツーを打つための左なんだよながやっぱ多いんだよ。俺はやっぱもっと左をもっと強くそう俺はこういう左をすごい打ってきたの。そうこの左を打たないとそうワンツーとは別でこれがめちゃくちゃ大事だと思う。もっと強くそうパンチもねあるよ。やっぱアマチュアやってたんだもんね。左ストレートとかすごい強いじゃんね。それ得意なパンチでしょ。得意ですね。結構あるよパンチ力。いろんな種類のパンチを覚えたら絶対いいよ。前蹴り。これで自分で攻めていけばいいよ。その蹴りとジャブで、自分からどんどん前攻めてみ。多分嫌だと思うよ相手。使います。この爪でグローブしてんの。爪割れないの？
なんかネイルやってくれる人に、格闘技やってるんで、ちょっと厚めに最後乗ってくださいって言うと、大丈夫なの？厚めにもうすっごい分厚い爪になっちゃう。試合の時はもちろん取ります。逆に格闘技やってるのにネイルやるのって言われないですか？やっぱ格闘技やってても可愛くはいたいので結構2戦目終わってからいろんななんかアンチコメントもいいコメントもいっぱいあってやっぱアンチコメントの中にはずっとケンケンしてて面白くないとか倒せよとか言われてケンケン突き通すのかやっぱもうやめて普通の正当な戦い方キックボクサーらしい戦い方をするのか。いやいやもう前蹴りはもう絶対やめちゃダメでしょ。一番の武器だからね。でもパンチあるから倒せるよ。倒す気になれば。前蹴りもさなんか相手が攻めてないじゃない。来た時に防御の前蹴りで、自分が前に出ながら前蹴り前に出ながらパンチ打っていくと多分俺は簡単に倒せると思うんだけどね。変える必要は全くないでしょ。一番の武器だからね。はいね、そんなバズってんだからね。逆にモナちゃんの試合を見に行って前蹴り出さなかったらブーイングだよね。確かに前蹴りに来てるのによってなるよね絶対に。そうですね、そうよ。でも正人さんに言われたら自信つきました。絶対そうですよ。次の試合もしテレビかなんかがね取材に来て、来たのに前蹴り一発も出さなかったらあいつふざけんなあいつもう二度と使わねえからなって初期の人は思うよね。確かに、いやただの嫉妬でしょそれ。そうですかね。嫉妬でしょ完全に。俺だからそういうね自分のインスタのコメントは読むの、インスタは自分のファンとか応援者のコメントがあるから、ヤフーニュースに行ったコメントは一切読まない。見ちゃうんですよ。ヤフーニュースのコメントはもう、いいコメントも悪いコメントも、大事なのはコメントが何件入ってるか。コメント数が多ければ OK なわけよヤフーコメントって。それだけ興味があるってことだから。そうです。逆にヤフーコメントにコメントゼロは一番なんか良くない興味ないんだなっていう。でもいっぱいコメントが入ってても見ない。そこはほぼアンチと思ってるからね。でいろんな人が入ってくるから。じゃあ読まないときます。読まない。じゃあ読んでもね別にいいことないからね。めちゃくちゃ気にしちゃってそれ俺もね20代の頃はね結構そういうのいろいろあったから気にしてたけど、もう40ぐらいになったらもう大阪のおばちゃんみたいになってるよきっとめちゃくちゃずぶとい女になってるからね。読まないが正解だよね。いいこと書いてないもん。書いてなかった。精神が病んでくるからさ。こういう得意な戦法だからこそ注目されたっていう経緯もあるじゃないですか。その勝ち方とか戦法とかも、その売れるにはやっぱり必要だったりとかっていうのはするんですか？注目されるっていうのはいいことだからねもちろんね。ただまだ2戦だからさその倒し方2戦目とかで分かんないよ基本的に普通は。なんかちょっとしたことで変わるからね。自分から攻めれるようになったりとか。でもそれってね大体10戦ぐらいかかるよ。こう自分の思ってる練習でやれることが試合でやれるようになるまでって最初で 1,2 戦じゃ全然やれないよね。まあでもやれてる方だけどね。なんかあんだけ前蹴り出してねガンガン顔面蹴っ飛ばしてて好き放題やってるように見えるけどね。あとはまあ図太くになんないと。ギャルマインドで頑張ります。ギャルマインドであまり気にしないみたいな、これからのなんかモナ選手目標は？目標もそうだしその目標に向かっていくためにちょっとアドバイスをいただきたいんですけど、正人さんが現役の頃は、もう格闘技とか別にあんまり見たことなかったぐらいの世代なんですけど、でもそんな私でも正人さんのことは知ってるし、キックボクシングといえばぐらいの方じゃないですか。ありがとうございますありがとうございます。私のモットーが強く可愛くなので、もう美容とか、もう全く関係ない子とかも
私のファンですってやっぱ言われると嬉しいので、そういう人をもっと増やしていきたいし、そこからやっぱ格闘技 K1 もそうだし、格闘技好きになりましたみたいな人を増やしたいんですよ。なのでちょっとスターになるにはスターになるにはでもこのままでいいんじゃない？このままいけば。本業は大事にしながらもやっぱまあいろいろ頑張って出てくのも大事なんじゃないかなっていう、で前蹴りとジャブを磨くみたいなことが大事なんじゃないかなと、ありがとうございます。そうであとはだからね、やめないずっと何かやり続けてるっていうのが大事なんだよな、ギャル路線はギャル路線はまだいいんじゃないの？ギャル路線やめちゃうとね、誰だか分からなくなっちゃうからね。ずっとこの感じでいきます。そう。いや、俺もいつまでマサトでいるのか悩んでんだよ。言っとくけど。でも本名のマサトにしたら誰だか分かんないしなみたいな。まあしょうがねえなみたいな。まあいっかって感じ。そうね。そのままモナちゃんギャル路線をね突っ走ってもらって、強いギャルでね、はい、こうリアルチュンリーで目指してほしいなと、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。次の試合は？次の試合はまだ決まってなくて、いつでもやれます。K1出ればいいじゃんね。出たいです。ね、出たい。出るんじゃないの？多分。まあこれを機にね、いろいろ興味持つ人増えるんじゃないですか。嬉しいです。ありがとうございます。もっとギャル磨いてね、頑張ってください。磨きます。今日はですね、リアルチュンリー木村モナさんにね会いに前蹴りを見せてもらいましたけどね。痴漢とか来たらああいう前蹴りで蹴っちゃうの？そうですね。痴漢撲滅のポスターとかいいじゃんね。あ、いいですね。目が浮かびますね。活躍をちょっと期待してるんで、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。